1825年、ナポレオンに対する勝利はロシアの大国としての地位を確固たるものにした。だが国内の知識層や軍人の間では専制政治に対する不満が渦巻いており、数人の青年将校がデカブリストと呼ばれる秘密結社を組織した。アレクサンドルが死去すると、皇位継承権を持つ次男のコンスタンチンはそれを辞退し、三男のニコライ一世が即位。このタイミングを狙って秘密結社は軍事クーデターを起こした。これがデカブリストの乱だ。だが政府軍に1日で鎮圧され、反乱は失敗に終わった。首謀者は公主刑に処され、他の者はシベリア送りにされた。これ以降シベリアという地は政治犯を含む犯罪者の流刑地として定着することになる。即位早々大きな動乱を乗り切ったニコライは、正教、専制、国民性という3要素を国の柱にした。つまりヨーロッパから持ち込まれた自由主義を徹底して否定し、強権的な専制政治を行ったのだ。コーカサス地方では国境をめぐるペルシアとの争いが戦争に発展、ロシアの干渉で幕を閉じた。トルコマーンチャーイ条約が締結され、ペルシアは国境付近の係争地を全て明け渡した上、多額の賠償金を支払うことになった。ロシアはまたオスマン帝国から独立しようとしていたギリシャを支援し、ロシアとオスマン帝国の戦争に発展した。これもロシアが勝利し、黒海に面する領土をますます広げた。ポーランドでも陸軍士官がロシア支配に対する反乱を起こしたが、ロシア軍はこれを鎮圧した。ロシアの大詩人アレクサンドル・プーシキンは専制政治を批判した結果、差し向けられた資格と決闘することになり死亡した。ニコライはハンガリーで起きたオーストリアに反抗する暴動を鎮圧した。他国であろうと自由主義運動を徹底的に弾圧しようとするニコライの姿勢はヨーロッパの憲兵と呼ばれるようになる。その頃ロシア初の鉄道が開業し、サンクトペテルブルクとモスクワ間で運行し始めた。専制政治に批判的だった哲学者のアレクサンドル・ゲルツェンはロンドンに亡命しながらも祖国の改革を訴え続けた。彼は後にロシア社会主義の父として有名になる。今やヨーロッパの病人と揶揄されていたオスマン帝国は、ロシアのさらなる挑発に乗ってまた戦争を開始。黒海で戦闘が行われるも、やはりロシアがオスマン艦隊を壊滅させ勝利した。だが南に領土を拡大し続ける上、コンスタンティノープルまでも政治的に支配しつつあるロシアを脅威に感じ、イギリス、フランスが参戦する。英仏連合軍はクリミアに上陸し、セバストポリの海軍基地を包囲。1年に及ぶ激戦の末に占領した。バルト海においても英仏連合軍の軍艦がロシアの首都サンクトペテルブルクを封鎖した。ロシアはしぶしぶ講和条約を結ばざるを得ず、黒海から軍を撤退。南下政策も棚上げすることになった。ニコライ一世が病死すると、息子のアレクサンドル二世が帝位を継いだ。クリミア戦争ではロシアの弱点が露呈していた。産業、インフラ、軍事、あらゆる面でロシアはヨーロッパのライバルに遅れを取っていたのだ。そこでアレクサンドルは父と違って積極的に改革を進めることにした。ロシアの遅れは古い濃度制が未だに続いている点に見て取れた。1857年の国勢調査では、人口の3分の1以上が農業奴隷で、彼らは地主の下で強制労働させられ、移動の自由も奪われ、身分は子供に受け継がれていた。まさに奴隷そのものだったのだ。1861年、アレクサンドルは濃度制の廃止を宣言。彼は解放者と呼ばれ称賛された。
だが実態はすぐに改善されず、多くの農民が重労働と貧困から抜け出せなかった。それでもアレクサンドルはゼムストボという自治体を立ち上げ、各地域の教育や社会福祉を中心に改革を進めようとした。東ではこの頃戦争で弱体化していた清に不平等条約を結ばせ、ウラジオストクを建設して日本海へのアクセスを確保した。ポーランド人やリトアニア人がロシアの支配に抵抗する反乱を起こしたが、またもやロシア軍に弾圧された。コーカサス地方ではロシアと現地部族の長きにわたる戦争がようやく終わり、コーカサス部族はロシアに服従させられた。中央アジアでもロシアは徐々に南下政策を進めていった。まずブハラ・アミール国を破り、次にヒバ・ハン国を破り征服。当時トルキスタンと呼ばれていた地域、具体的な国としてはカザフスタン、ウズベキスタン、キルギスタン、タジキスタン、そしてトルクメニスタンを征服しきった。中央アジアの覇権をめぐるロシアとイギリスの敵対構造はグレートゲームと呼ばれた。19世紀の冷戦とも言えよう。例えばアフガニスタンではロシア・イギリス双方の外交官やスパイが現地住民の支持を取り付けるために奔走し、直接の戦闘を避けつつ水面下での政治的駆け引きが繰り広げられた。ロシアはイギリスとの戦争に備え、アラスカをアメリカに720万ドルで売却した。当時のアメリカ人は金の無駄遣いと感じたが、後に金鉱や油田が発見される。レフ・トルストイは小説「戦争と平和」を出版。ロシア人の生き様を描いた文学の最高峰と評されている。19世紀後半はロシア文化の黄金期だった。文学や音楽において多数の傑作が生まれた。ロシアはオスマン帝国の支配に反抗する現地の民族主義者を支援し、またしてもオスマン帝国との戦争に突入した。ロシアはドナウ川を渡り、ブルガリア人の支援を受けて重要なシプカ峠を制圧した。さらにブルガリアにおいては5ヶ月に及ぶプレベンの包囲戦を行った。最終的にロシア側が勝利し、オスマン帝国の首都コンスタンティノープルに迫った。だがベルリン会議が開かれ、国際的な圧力がかけられた結果、ロシアは領土獲得を制限された。これによりルーマニア、セルビア、モンテネグロが独立し、後にブルガリアも独立する。その頃国内では急進的な勢力がアレクサンドル3世の慎重な改革に不満を募らせていた。何度か暗殺計画が実行され未遂に終わる。だが立憲制の導入を準備中、爆弾攻撃を受け殺害された。これはテロ組織人民の意志によるもので、現在のテロ組織の草分け的な存在である。この事件はロシアを再び抑圧の時代に向かわせることになる。